おはようございます。画家の小木曽と申します。今日の動画はですね、こちらダン、海を描いてみました。これ本当に、ちゃんと動画を見て勉強したら誰でも描けます。本当です。これ何で描いてるの？そうなんです。透明水彩です。思いっきり、濃く塗って、さあどうやって描いているでしょうか。これぜひですね、皆さんチャレンジしてみたら楽しいと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。写真はですね、コミュニティ欄の方に、載せてありますので、ぜひ、遠慮なく使って、練習してみられてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。定規でですね、水平線をこの辺りかなということでズバッと書いておきました。空と海とですね、手前に陸地があるというような状態ですね。これはですね、どこの海やねんっていう感じかもしれませんけども、これ南フランスなんですよね。ニースの近くあたりの海なんですよ。なんか日本の風景ではないですね。で、そして白をちょっとまさかの白ですね。で、ちょっと黄色を入れておきまして、要は夕日が沈んでいく状態というのを描いておこうと思いまして、初めにちょっとたっぷり濃く塗っていくというのが今回ポイントでございますよ。皆さんね、できますよ。できるっていう感じですね。で、雲の切れ間から見えている太陽の光みたいなのを後でこれが効果として現れてきますので、頑張って、白、黄色などをズバと海の方にも塗っておいてください。そして、雲ですね。雲のところをグレーですね。もう白を入れてます。透明水彩に白入れるなんてって怒られるかもしれませんけども、まあいいんじゃないでしょうか。出来上がりがまあやったらいいかなというのが私の考え方です。で、ズバと濃くですよ。濃く塗っていきますよ。これはブルー系と赤系を混ぜて紫っぽくしておきました。頑張ってください。できます。皆さんなら1時間半で私は描きました。ほんとシンプルに海が描けるですからね。詐欺だーとか言われるかもしれませんが、濃く塗っていく。絵の具はどうしても乾いたら明るくなりますので、白も入れながらですね、ズバ。これはですね、B4 というサイズなんで小さいサイズですね。マスキングの枠の中だけ見るとだいたい A4 より若干大きいぐらいなので、本当に小さい作品です。そして海の方、水の方もズバと。で、水平線と雲の境目というのはやっぱりこうある程度書いておかなきゃいけないんですけども、初めの段階、この段階は少しこう上の雲とかぶさってボケてきてしまっても多少はいいので、なるべく頑張って濃く書いてみてください。これで描けますよ、皆さん。で、水平線近いところの波というのは水平にで、手前の方に来るとジグザグが大きくなってくるという風に書いてください。で、真ん中あたりの光の当たって太陽の光が海に反射しているところは少し塗り残すというか、黄色白を混ぜた色を残しながらこうやって描いていく。ジグザグが大きくなってきましたね。手前に来るとですね、本当に透明水彩ですけど濃くでパレットを大きく見せておきました。そんな色数も使ってません。右上の白に、右下2個がですね、インジゴとフタロシアニンブルーかな。で、真ん中あたりに紫とかクリムソンレーキみたいな色も使っているかなと思います。で、ちょんとまだ乾かないうちに少し雲のところのボケてる感じとか、奥の方に抜けていくところズボンと今描きましたね。で、これは茶色ですね。バーンとシェンナあたりですかね。と青を混ぜて相当濃いブルーをドンと置いていきました。できますよね。という感じで、湖面というか海に映っているあたりも光のところは特に慎重に、光とあそこのところは慎重に、描いていってください。エッジを強くするような感じかな。どっちかちょっと。要は光が当たってるところと海のところっていうのはキラと光ってるわけですよね。で、そういうところというのはあまりこうボケないではっきりとこの辺一番慎重にやっています。そこが目立ちますので、今塗ってる左の方とかはザクザクと塗ってもいいと思うんですけども、その緩急みたいなのをしっかりつけられてください。そして手前の岩というのはどんどんとこう茶色を混ぜて、茶色が若干多い
強めの色を混ぜていってます。今回はこれはキャンソンボードというのと水彩絵の具というのはこれ草壁さんの絵の具ですね、を使っております。ズバズバズバ濃いですよ、濃いですよ。まだまだ濃くいきますよ。どんどん濃くなってきました。パッと見た時にこれは何で描いてんのかなって皆さん思ったかもしれませんね。透明水彩なのかアクリルなのか、油絵には見えないとは思うんですけども、でズバ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 と描いていきます。もう本当にこう水のこう光が映っているところ、これ白っぽいグレーを入れていってますね。手前のところになんか泡になるじゃないですか。泡になってるところとかも描きながらも、でちょっとこうズバンと水平線、ここ慎重にいってください。水平線ね、慎重にいっているように見えないですね。動画にするとですね、早いのでですね、カットしていってますが、ほとんどこれカットしてないというか、絵の具を混ぜているところだけを切っていったら20分ぐらいになりましたということです。ほとんどこう皆さんこのままやればできますよできないじゃないかっていうね、言われても知りませんけどね、できますちょっとずつ濃くなってきましたね。わかりますか？濃くなってきました。透明水彩っていうのはやっぱり薄く重ねていきましょうというところもあるんですけども、逆に思い切ってこれぐらい濃くドーンとのせて、これは綺麗な平筆というかですね、それでこういうところ水だけつけてちょんとこう水だけつけて、トンとティッシュでですね叩いてあげて、拭き取ってあげるというようなこともしてみてください。これはですね、効果としてはやっぱり濃くないとなかなか意味がないです。薄い絵の具でやっててもあんまり意味がないので、トンと、やっていってください。水だけつけた筆にゴシゴシと塗って、ちょっと複雑にしておこうかなと思いました。ゴシトンできますよね。できる。失敗したらすみませんっていう感じですけどもね、私は人の失敗とか知ったことじゃないので、私はうまいこと言ったということです。でこうやってこすってトントンこすってトントンですねそうするとこうただ書いていただけじゃなくて拭き取って、できた波というのも複雑になってきます。そして完全にちょっと一回乾かそうと思いました。いつも出てますドライヤー1000円ぐらいですか、ドライヤーを使っております。もう常に私は近くにドライヤーをいつも置いております。透明水彩をやる場合は、私自身は油絵描きというか油絵が中心ですので、そして黄色、白塗った。これもやっぱりちょっとこれじゃ薄すぎるかなと思ったので、また黄色と白を混ぜて、でもどうしても、筆とかにちょっと青とか残っていたので、なるべく皆さん綺麗な筆とか水を使ってください。そして濃くどんどんと塗っておきました。ちょっと太陽に対してちょっと薄く色がつきすぎてんじゃないかと思っても、もうこれぐらい一回濃く塗ってください。後で、分かりますのでですね。そして雲の部分、境目の雲の部分2層目を塗って、太陽の光が乾いてないうちにも少し塗ってみましょう。いけるできるでと言いながらですね、水平線に近いところもズボンと塗っておいて、でだいぶ2層目塗ると深みも出てきましたよね。深みも出てきて、ちょっとこれ白入れたやつで泡吹を描いていっております。そしてまたどんどん濃くなってきましたね。皆さんどうですか？こんな濃いの嫌いやーっていう人もいるかもしれませんけどね、どんどん濃くなってまいりました。2層から3層目でございましょうか。平筆を使っております。泡吹の隙間の暗い色を描いていっております。南仏ですね。何年前に行ったかな、もう5年ぐらい経つかなと思いますけども、に行った、もうちょっと経つか、6年前かな、7年前かな、いつやねんって感じですけども、南仏とこの年はオランダ、アムステルダムに行きました。うちのおふくろ連れて行ってあげたんですよね。久しぶりの海外へでキャッキャしてましたね。あんだけあんまりお金とか使わない人なんですけど、ここのところはやっぱり観光地で今ね、水平線を描いてますね。水平線真ん中の光のところ塗り残してですね、お金使わない人やったんですけど、もうこれで真ん中あたりに水をシュシュとかけてですね、少しここのところを絵の具を柔らかくなる状態にしておきました。
めちゃくちゃ、これあれですね、激落ちくんです。太陽が出た。太陽が出ました。めっちゃ金使ってました。びっくりした。そんなお袋使うのっていうぐらい、使ってキャッキャキャッキャしてました。親父が亡くなって1年後か2年後に連れてってあげたんですね。アムステルダムと南仏の方にですね。で拭き取って、またそういうのもやりたいですね。いつかね、海外旅行に皆さんと一緒に行くツアーとかやってたんですよ。全然人気なくて集まらなかったんですけども、だいたい10人前後しかいつも集まらなくてですね、やっぱ何々店とかの偉い先生とかじゃないと集まらないですよ、私みたいなね、ひよっこはね。でこう光がこう差し込んでるのも少し水できれい、こういうのも多分上手な先生いると思うんで、私はこういうのあんま苦手得意じゃないので、今回はどちらかというとどんどんとやって光がフワッと差し込むような、擬音ばっかりやないけって感じかもしれませんけども、雲のところも描いていっております。少しずつ密度が上がってまいりました。少しずつこうなんていうかストロークも細かくなっていってるの分かりますか？これまた拭き取ってますよ。トン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 ね、拭き取って、複雑にしていきながら水のところというのが細かくなってきたのじゃないでしょうか。書けますよね。皆さんどうですか？楽勝でしょね、このぐらい絶対楽勝ですのでね、このぐらい楽勝や、俺ならできるわっていう人も山ほどいるかもしれませんけどもね、できない人のために作っております。パレットはこうやってきれいにしましょうね。なるべくこう常にきれいにしておくことが大事ですよ。でこれ生の白をちょんとつけました。太陽のとこズボンと白置いちゃえ。もういいんです置いちゃえ。絵が良ければいいと思います。方法とかうんぬんかんぬんも大事ですけども、そんなこと言うてね、これを見たら描けるとか言うて方法を教えてるくせにね、何でもいいとかわけわからんこと言いやがってという感じかもしれませんが、太陽ズドーンと置きました。ズドーン、白置きました。ズドーン、生の白ですね。チャイニーズホワイトというやつですね。何ですかチャイニーズホワイトってね、よくわかりません。この辺めっちゃ慎重、ほらもうこの辺慎重でしょ。めっちゃ慎重。平筆を横にしながら、ね、細い線も引けますので、かすらすようにちょっと描いていってます。ちょっとこれなかなかこう画像が分かりにくいですが、ちゃんもう置くような感じで、透明水彩なのにこうね、生の白を置くという、ドライブラシとかという方法らしいですけどもね、方法をとっております。ちゃんと描いていきながら光がキラキラ光っているような感じを描いていっております。少しずつ密度が上がってきたの分かりますか？ちょんこの辺慎重でしょ。ちょんと本当に絵の具の毛先に軽くつけてですね、点って置いていくような感じでございますよ。できます。そんなに難しくないと思います、この絵は。で水平から手前の方になるとジグザグが大きくなってくる。ジグザグ、これはねパースペクティブという透視図法と同じような方法です。手前の方をザラと、そしてこの辺の雲のところから光がキラッと差し取るでっていうのも描けたらよりいいですね。濃いからですね、本当になかなか絵の具がですね、もう不透明水彩に近いですね。白もだいぶこう置いていってますので、ポスターカラーなどでやっても同じような効果が得られるんじゃないかなと思いますが、透明水彩の方が若干色が綺麗なのかなという気がします。体質顔料と呼ばれるものがあまり入っていないからですね。ポスターカラーも一応透明水彩と同じ組成です。作りになっております。でそして、光をトントンと入れていきながら完成に向けて、進んでまいりました。だいぶこう出来上がってきたのが分かりますかね。でその手前の泡ぶも筆をどんな筆使ってんですかって言われてもですね、これ丸筆ですね。丸筆のなんか1000円ぐらいで買ったやつですね。案外使いやすくてびっくりしました。ちょっと毛が抜けるんですけどね、あんまりこう毛が抜けると言ったらね、私の視聴者は高齢者が多いので怒られそうです。毛が抜ける、若干毛が抜けるんですがなんか言うねっていう話ですね。でちょっとずつこの辺は細かく、初めの頃に比べるとちょっとずつ密度が上がってきて、筆さばきみたいなものが細かくなってきたことがわかるんじゃないでしょうか。
これで描ける、まさにそうですね。そしてまたこれ拭き取ってんじゃないですか。トン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 と拭き取ったりとかしながら、微調整をしながら完成に向けて、これパジャマでやってるね。僕夏用の T シャツのパジャマでちょっと恥ずかしいですね。ユニクロさんで買った服を着てやってるなっていうのが今バレましたね。で、ちょっと細かいところも手前の方もこの辺も描いていきながら、やはり手前の方はよく見えるというか、でも暗い中にあるのであまりうるさくなりすぎないようにしてください。中継も描きながら画面全体のバランスをとっていってください。これで描ける。そして本当に細かい筆、これちょっと手先が映ってないですけども、生の白をちょんちょんとつけてちょん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 と描いていってます。ちょん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 、なんかこう本当に、鳥の小さい小鳥が何か餌をつまむかごとく描いていってください。ちょん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 わ、ちっちゃい口でちょんちょん描いてはるわっていう感じですね。できるんじゃないですか、これぐらいやったらね。できる。なんかどこかの、元テニスプレーヤーみたいな気分になってきましたね。君ならできるっていう感じですね。できますできます。手前の方のディティールを描いていって、完成に向かってまいりました。ちゃん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 。本当はこれぐらいで短めの動画にしようかなと思ったんですけども、やっぱりこう私のこう証拠というか、これで終わろうと思ったんですが、まあもう少し延長して、出ているを書いていこうかなと思いました。翌日に、もうちょっとやっぱ書いた方がいいかなということで、とりあえず1分間のダイジェストだけお見せしておきますけども、ドドドドドドド不透明の色を濃く塗ってどん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 、これ見るとやっぱり初めざっくりですね。初め大きなストロークで筆も大きいのを使って、描いていきながら1層目2層目が塗られていって、段階真ん中の辺を拭き取っていったりとかしながらドライヤーでやって2層目をまた濃く塗って、前景中景描いていって水平線描いてまた拭き取って、そして拭き取ったらこうやって光がふっと差し込みましたねっていうのが、このやっぱ1分間のダイジェストを見るとすごく分かりやすいですね。初めの仕事は大きく徐々に細かくなっていくというのがよく分かるんじゃないかなと思います。で筆で描いていきました。これで描けますよ皆さん。ここまではできるでしょう。できます。できると思いますよ。そして、次の段階はもうまたこう左側が通常画面というか、右側がもう一回マスキングテープ貼り直してますもんね、これね。ちょっと拡大しておきますね。右の方はただ左の画面を拡大した画面を載せてあるということです。こんな感じで、あれ手が右から出てきている。そうなんですね。縦の線の方が楽なので、書いているときは画面を横向きにして、書いています。だから手が右からちょこんと出てきているんですが、あとはこう暗いところと明るいところ両方を一生懸命ちまちま暗い小木曽先生仕事が暗い、細かい、見えない、何してんのようわからんっていう感じかもしれません。こんな感じで最終的には密度が上がってまいりまして、細かい仕事も入ってきて、完成といたしました。約1時間30分ぐらいの仕事でございました。これで描けるさ、あなたなら描けるだろう。なんか変な宗教みたいになってきましたね。やめときましょうね。ぜひぜひこれぐらいのこれから夏に向けて海とか行かれる機会も行ってみようかなっていう機会も多いかもしれませんのでですね、これぐらいシンプルな海というのを練習がてら描いてみても、お作品として描いてみても、ちょっとこう拭き取ってみることもまだしたりとか、また生の白をちょんちょんと置いていくようなことをしてみたりとかしながら、密度をぐいぐい上げていって、いい作品を作ってくださいな。それでは解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。どうでしたか？書けました？まだやってませんか？ぜひですね試してみてください。透明水彩というとどちらかというと薄く塗っていくんですけども、これぐらいドーンと塗ってみて、また拭き取ったり、ちょっともう生に近い色をずっと塗ったりとかしてみるという勇気を持ってみると、案外ググっと力がつくこともありますので、思い切って拭き取ってみようとかですね、そういったチャレンジをぜひしてみてください。繰り返し見てですね、ぜひ練習してみてください。そうするとあなたの力がググと伸びるかもしれませんよ。それではまた。
チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。